その一つのオリジンのデータが3つの作業平面データそれぞれにかけられて作業平面が3つできてるのだ。この状態で9の1を動かしてあげるとこんな感じで一度作ってしまえば複雑な形状でもかなり時間を短縮して効率的にそれではここからは前回作成した簡単な GH の例をさらに発展させてさっきのツリー構造の考え方をもう少し取り入れた GH に発展させてみたいと思うよ。まず GH を開いて前回作成した GH をここにドラッグ&ドロップすると開けるのだ。この三角形の頂点部分を傾けた面に対してくっついてるような3つのボックスを作りたいと思うよ。この面の角度を拾うためにエバリュエイトサーフェスコンポーネントを使うのだ。ここに面を入れてエリアから中心点を入れるとこの面の作業平面を取得してくれるのだ。これは角度が変わってもこんな風に追従してくれるからこれを使ってボックスの角度を合わせるよ。次にこの作業平面を三角形の拡張点に移動させたいのでプレインオリジンコンポーネントを使うわよ。ここのオリジンに3つの頂点を入れてフレームをベースに入れるとこんな感じで作業平面を点の上にコピーできたのだ。ここにボックスを作っていくわよ。ボックスはボックスレクタングルを使って作るわね。レクタングルコンポーネントを使ってプレーンをこれとつなぐわ。サイズはパネルコンポーネントを使ってマイナス100、100と打ち込みこの2箇所につないで四角形を作るのだ。これはドメインという型をパネルに直接書いたものになってるのだ。左右の矢印のようなアイコンの部分がドメイン型になってるのでそこにこのパネルをつなぐとこれで四角形を作ることができるのよ。ハイトも今回は簡単に100で固定したいからパネルに書いておくわ。これでボックスを作ることができたわ。見づらいので作業平面を非表示にしてこの状態で点の高さを動かすとちゃんとこの傾きに合わせて四角形の配置角度が変わってくれてるのだ。ここまでについてデータツリーの構造を解説するとここにブランチが1つインデックスが1つの作業平面のデータリストがあってこれに対してオリジンにつないである方はインデックスは3つでブランチは1つのデータができてるのだ。この1つのオリジンのデータが3つの作業平面データそれぞれにかけられて作業平面が3つできてるのだ。そして各作業平面に対して1つずつ四角形からボックスを作ったという関係になっていたのだ。次の組み合わせの例ではカーブを読み込んで作った壁の側面にパイプを生やす GH のパイプの長さを一定の長さにしていたのをQとの距離でパラメトリックに変更してみたいと思うわ。まずカーブが今ないのでライのセラス上で作っていくのだ。適当にこんなカーブを作ったけど前回は平面的だったので今回はもっとダイナミックにするために Z 方向に点を動かして3次曲線にしたいのだ。これを右クリックからセット1カーブで読み込むと前回作った GH と同じようにパイプができたわね。より立体的な感じに表現されてるのだ。だけどここのパイプが詰まりすぎてるのでディバイドカーブコンポーネントを別のものに切り替えるよ。今回はディバイドレングスコンポーネントに差し替えるよ。このコンポーネントは点の間隔を指定できるコンポーネントになってるのだ。もともとのディバイドカーブはカーブ全体を等分割してたから短いカーブではパイプが詰まっていたのでこっちはそれが起きないのだ。オルトタスコントロールを押しながらドラッグするとワイヤーを付け外しできるよ。少し間隔が狭すぎたのでこの値を400にしておくのだ。これでパイプの準備ができたので長さを調整していくわ。まずは制御するための Q を作るわ。 Q はスフィアコンポーネントを使うのだ。これに中心点と半径を入れておく必要があるから半径はとりあえず適当な値を入れておいて中心点は後で動かせるようにしたいから
コンストラクトポイントを使って作るのだ。そしてナンバースライダーをコピーしてここに3つつなげていくわ。これで Q を動かせるようになったわ。スライダーの範囲が小さすぎたので、濃いグレーの部分をダブルクリックしてナンバースライダーの最大値を少し変化させておくのだ。Q は一旦これで置いておくわよ。そしたら次はパイプの軸の支点とこの Q の中心点の距離を比べる処理を付け加えるわ。ここで作られてるポイントはこんな風に多数のブランチとインデックスがそれぞれバラバラの状態でできているデータが入っているのだ。それに対して Q の中心点は一つよ。なので1対多の関係でデータを作っていくことになるのだ。距離を測るにはディスタンスコンポーネントを使ってそれぞれの点をつないでいくわ。これでパイプの各支点と Q の中心の距離がいくらかわかるのだ。ここで出力されたデータ構造はここと一緒で 0,0,0 から0,24,0 となってるのがこっちも同様の構成になってるの。このデータリストをそのまま LINE-SDL のレングスにつなぐとこんな風にパッと結果が出たのだ。このままだと少し長すぎるのでまた前回と同じように長さを整えてあげるわ。前回も使用したエクスプレッションコンポーネントを使って x×0.01 くらいで長さを100分の1にしてみるのだ。逆にちょっと短すぎたから10分の1くらいにしておくわ。そして見やすくするためにこの辺りのコンポーネントは選択して右クリックのプレビューオフで非表示にしておくのだ。これで目的のオブジェクトが完成したわ。この状態で Q の位置を動かしてあげるとこんな感じで各パイプの長さをパラメトリックに動かせたのだ。続いてはランダムに高さを設定したたくさん柱が立ってるデータのこの柱同士の頂部をアーチでつないでみたいと思うのだ。どの柱同士をつなぐかをパラメトリックに設定することもできるけど非常に難易度が高くなってしまうからまず先にこの柱をベイクした後で次のステップで別の GH を作って自分で選択した柱同士をつなぐような方法でアーチ部分を作っていくわ。まずはこの柱をベイクで焼くのだ。そしてこの柱だけで作ることもできるけれど今回はこっちのカーブも同時に焼いてしまうのだ。中心線はレイヤー位置にベイクしておくのだ。ここまでで一旦この GH は保存して新しく別の GH を作っていくわ。ここからはアーチを作るための GH 作りになるのだ。まず大きなアルゴリズムの流れを考えてみるのだ。基本的にはこの中心軸を2本選択して選択した中心軸の頂点部分をつなぐ形でアーチを作れるようなそういった流れで GH を組んでみたいと思うわ。なのでまずはカーブコンポーネントを2つ用意してそれぞれにアーチでつなげたい中心線をセットしていくのだ。そしてエンドポインツコンポーネントを使って中心線の端点を取得するのだ。この端点を取得するときに必ず上側の1点が欲しいんだけどこのコンポーネントをつないだだけではどちらが上の点になっているかというのは判断ができないの。今は終点が上ということになっているのだ。こっちも見てみると終点が上になってるけどデータの状態によっては必ずしも揃ってる確証がないのだ。なので必ず上の点だけを取りたいという場合はここでソートをかけてあげるのが重要よ。なので今は多分全て終点の方が上の点になっているけど一旦ソートをかけていくのだ。まずはマージコンポーネントで端点を一つのリストにまとめるわ。パネルで中身を見ると今はこんなブランチとインデックスになってるのだ。これをデコンストラクトコンポーネントにつないで Z 値だけをここで取り出すわ。これをキーにして順番を整理するのだ。
ソーとリストを呼び出してキーにこの値をつないでバリューに点のリストを入れるのだ。そしてリストアイテムコンポーネントを使うと結果は前と変わらなかったけど Z 値が小さい順でリストを並べ替えられたので、今は頂点が欲しいからリストの一番最後の番号を選ぶわ。リストアイテムのインデックスのところにマイナス1という値を入れるのだ。マイナス1はこのリストのインデックスの一番後ろという意味なのだ。これがマイナス2になると後ろから2番目という意味になるわよ。これで頂点が取れたのだ。こんな感じのソートはかなり頻繁に使われるわ。これらを複数選択してコピペで下の方にも同じようにつなぐのだ。これで2点が無事に取れたわ。次はこの2点間にアーチを作るのだ。アーチを作るには今回はサークルタンタンコンポーネントを使うのだ。ここに中心線のカーブ2本とあとはポイント1つを入力するとこのように2つのカーブの間に接する円を作ることができるわ。今回作りたいアーチはできれば柱からきれいに連続させたいから終点の高さが高い方に合わせて円を配置したいのだ。そしてその点まではきれいな円弧を描いてその下は低い頂点まで直線でつながるようにしたいので一旦この円は置いておいて処理を間に加えていくのだ。どうするかというと低い方の頂点を高い方の頂点の高さに合わせて移動させてあげればいいわね。なのでまたソートをするのだ。またマージでこの2点をつないであげて同じ流れでデコンストラクトで Z 座標を拾うわ。そしてソートリストでさっきと同じように組むのだ。そしてリストアイテムで出力側の端子の黒い十字のところを押すと出力が2つに増やせるわ。これは上の方の出力はリストの最初の点が出ていて2番目の方はリストの次の点が出せるのだ。これで1個のリストアイテムから2つの点を取り出せるのだ。そして低い方の頂点を高い方の頂点の高さに合わせたいから今回はデコンストラクトを2つ使って低い方の X 座標と Y 座標はそのまま利用して Z 座標を高い方の点に置き換えてから点を再構成するわ。再構成するにはコンストラクトポイントコンポーネントを使うのだ。こんな感じでつないであげるとこれで2点の高さが揃ったのだ。タンタンにつないだポイントをつなぎ替えたいんだけどカーブの長さが足りていなかったので円の位置が変わらなかったのだ。なのでまた処理を挟んで中心線を伸ばしてあげるわ。ここで使うのはエクステンドカーブコンポーネントよ。ここにマージで整えた中心線を入れてあげてタイプはラインのままでいいのでこの端子は放置するのだ。スタートとエンドには適当な大きい値を入れて伸ばす距離を決めるのだ。これで中心線が伸ばせたわね。またリストアイテムの出力を増やしてカーブを入れ替えると円の位置を移動できたのだ。ちなみにこの黒いカプセルのようなものだけどこれはワイヤーの上で左クリックを素早く2回押すと出せるわよ。リレイコンポーネントというワイヤーを束ねるためのものなのだ。リレイは1本のワイヤーを途中で分岐できるからわざわざ端からまたワイヤーを引っ張ってこなくてもここから分岐させて別のコンポーネントにつなぐことができるの。もう一度リレイをダブルクリックすると消せるのだ。円が作れたのでアーチにはこの上半分だけを使うわ。半円にするには円を切る必要があるのでこの2点をつないだカーブを作ってそれで円を切っていくのだ。ラインコンポーネントを使ってこのような直線を作るわ。そうしたら直線と円がぶつかる接点が欲しいのでこのカーブコンポーネントを使うのだ。ここに2つのカーブを入れてあげるとポインツというところにこの2つのカーブの接点ができるのだ。このポインツをクローゼストカーブコンポーネントに入れてカーブの方に円を入れるとこの円にくっつけられるのだ。これはこのパラメーターという値が欲しいからなの。
このパラメーターという値がないと、線を切るためのシャッターコンポーネントにどこでカーブを切断すればいいかを指示できないの。このシャッターコンポーネントはパラメーターに入れた点の位置でカーブを切ってくれるコンポーネントになってるのだ。ここまでの結果を見てみると、もともと1つの円だったものが2つの円弧に分けられたわ。この円弧のうちの上半分だけを使いたいので、上側がどちらかを判別するソートが必要なのだ。今度はこのカーブの中点を使ってソートするわ。ここから先はさっきと同じように組んでいくのだ。ただ、入力に使っている情報が違ってるだけよ。中点の高い方を選んで、その中点が属しているカーブをリストアイテムで選ぶ手順になってるわ。下側の円弧がリストの0番に入ってるので、ここにマイナス1を入れてあげると上半分のカーブが取り出せたのだ。そしたらこの円弧の端点から低い方の頂点までの直線が欲しいので、この2点の間に直線を作るわ。同じようにラインコンポーネントを複製して使って、これで垂直方向の直線ができたわ。そしたらさっきの半円と今の直線を一つの曲線としてつないであげたいので、マージコンポーネントで一つのリストにまとめたいんだけど、ここまでたどってきた2つの曲線の処理の経路が違うので、それに引きずられてデータ構造が揃わないようになってしまったのだ。このままだとカーブをつなげるジョインカーブズコンポーネントがうまく動かないから、ここでフラッテンの処理をすることで無理やりデータを同じブランチにまとめてしまうわ。そうすると同じブランチの中でインデックスの0と1にまとめられたので、これをジョインカーブズにつないであげるとコンポーネントがうまく動いてカーブを一つにつなげられたのだ。ここまでできれば、あとはこのカーブを中心軸にしてパイプでつないであげるだけよ。パイプコンポーネントを出して半径を設定するのだ。半径の大きさはディスタンスコマンドで柱を測ると、直径が300なので半径としては150になるのだ。レイディアスに150を入れてあげると、このように柱の上をつなぐアーチオブジェクトが完成したのだ。これを青いレイヤーにメイクすると、このようにアーチ部分を作ることができたわ。ここまでできたから、あとは自分でカーブを選んで差し替えるだけで同じようにアーチを繰り返し作ることができるわよ。見づらい部分をすべてプレビューオフにしてあげて、今度はこの柱とこの柱を選んでまたぐようにアーチを作ってみるのだ。するとこんな風に一瞬でアーチができちゃうわよ。こんな感じで一度作ってしまえば、複雑な形状でもかなり時間を短縮して効率的に難しい形状を作ることができるのだ。ここまでの処理を含めた GH を柱からいっぺんに作ろうとすると、かなり難しい処理をしないとできないけど、2つに分けることで選んでベイクする手間は増えるけど、かなり作りやすくなるはずよ。 GH の操作は以上なのだ。ここまでお疲れ様だったのだ。またシラクでは今回の動画以外にもグラスホッパーについて数多く動画を公開してるのだ。この動画ではカーブ1本から階段の踏みづら溶け込み面を自動で作る方法を紹介してるわよ。今回紹介したデータツリーの理解がより深まると思うわ。次はこのパラメトリック演習入門シリーズなのだ。この動画ではパラメトリックな GH を組むための手順を問題形式で紹介してるのだ。今回の動画よりもワイヤーのつなげ方や消し方なども丁寧に扱ってるから、一度見てみてほしいよ。最後に建物が一棟できる建築によりフォーカスした内容なのだ。次の2つの動画はこんなのも作れるよっていう事例を紹介する感じよ。 GH を使いこなせるようになってくると、これくらい難しい作業もプログラムにできちゃうのだ。この2本で紹介しているのは敷地球積と天空率の自動計算と表作成のプログラムよ。どんな流れでプログラムを組んでるかを見てみてほしいのだ。あとは特定のコンポーネントについても詳しく解説している動画もあるよ。一つ目の動画ではリマップナンバーの細かい使い方について解説してるのだ。オブジェクトの変形を制御して見て分かりやすくしてるわよ。
2つ目は Excel に書き込めるコンポーネントについて紹介してるのだ。Excel が使えると管理がかなり楽になるわね。そして3つ目はガラパゴスっていうコンポーネントについて解説してるのだ。これが使えるといわゆる最適化ができるのだ。ここまでできたらかなり GH をマスターした感じになってくるわね。そして GH に慣れてきた人向けにより実践的な編集の動画も用意してるのだ。この動画では大阪万博のリング屋根を題材にして複雑な繰り返しで建物を作っているわ。これまでやってきた内容の集大成的な動画になってるのだ。2本目の動画は同じく万博のパビリオンを題材にして複雑なリボンを作ってるわよ。こっちもリング屋根とは全く違った作り方をしてるので、ぜひ挑戦してほしいのだ。ここまでできれば大体のものは作れるはずよ。それじゃあ今回のグラスホッパーシリーズはここまでなのだ。ライノセラスについて詳しく知りたい人は概要欄のリンクも見てみてね。またシラクではライノセラスのオンライントレーニングもやっているので、建築の実務で活かせる基礎を身につけたい人はぜひ参加してほしいのだ。詳しくは概要欄のノートのリンクから見てほしいのだ。それじゃあご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。